今日は藤岡藤祭り。群馬県藤岡市にある藤の作岡に来ました。今日はいい天気で、藤も綺麗に見えそうですね。尾道は曇りで残念だったけど、藤祭りは満喫できそうだね。それでは、行ってみましょう。早速藤がお出迎え。上を見てみると、藤棚がある。あれ？綺麗に咲いてるけど、思ってたより小規模な感じですね。藤がこれだけだと思ったら大間違い。ジャブみたいなものだと思った方がいいよ。他にも藤があるんですね。藤の咲く丘にはいろんな藤が植えてあるんだよね。ウォーキングマップも手に入れてあるから、ゆっくり見ていこう。用意がいいですね。藤岡市観光協会だったかな？さっきテントでいろんなリーフレットとかを配ってたから、ウォーキングマップだけもらってきた。何も知らずに来ても大丈夫そうですね。ところで、藤は紫だと思ってましたが、白もあるんですね。意外だよね。多分、同じように見えても違う品種というのもたくさんあるんじゃないかな。全部同じと言ったら、怒られてしまいそうですね。藤とか植物とかにあまり興味がなくても楽しめるから、詳しいことがわからなくても、満足できると思う。詳しければ、楽しさは倍増ですね。そう思う。いろいろ調べてから藤祭りに来るのもいいかもしれない。たくさん藤がありますね。藤は藤棚のイメージだったので、少し新鮮な感じです。ここ、藤の咲く丘は、藤とは関係なくてもいい場所だから、藤岡市に来たついでに寄ってみるのも良さそう。白い藤もなかなかいいですね。僕は離れてみた方が好きだけど、これを見てる人たちはどうかな？いろんな距離、角度とかで楽しめそうですね。風に揺れてるのもいいですし。藤岡藤祭りの期間中ずっとかわかりませんが、今日は屋台が出てました。駐車場から歩いてくる途中にあるから、食べ歩きしながら富士鑑賞も良さそうだね。令和6年、2024年の藤岡富士祭りは、4月20日から5月6日まで。ゴールデンウィークのお出かけ先に良さそうですね。手前は藤が咲いてないみたいですね。咲く時期がずれるように、品種を選んで植えてるのかもね。こういうのをイメージしてました。藤棚の下を歩いていけるようになってるけど、人が多いからぶつからないように気をつけないとね。まだ藤棚が続くんですね。ここだけじゃなくて、他にも藤棚があるから、合計するとかなりの距離になりそうな感じ。さっきは逆光だったから、反対向きに進んでみる。この方が藤の花が鮮やかですね。こっちの藤は、さっきより長いような気がします。品種の違いなのか、短い藤はこれから伸びるのか。
葉っぱの緑も鮮やかで綺麗だね。天気がいいから、ここまで綺麗に見えるんでしょうね。富士の咲く丘には、芝生が広がってるから、ピクニック気分も味わえそう。奥に見えてるのは桜の木。桜の季節はお花見もできる。聞いた話によると、いろんな花が順番に咲いてくように、いろんな植物が植えられてるらしいつ行っても楽しめるようになってるのかもしれませんね。その中でも、富士は特別なんだと思う。藤岡市の、市の花は、富士、サルビア、冬桜らしい。富士は昭和54年、1979年に藤岡市の花に認定されたみたい。藤の丘、藤岡市という感じですね。風のモニュメント？美しいメロディーを奏でるらしいけど、何も聞こえなかった。もっと風が強かったら聞こえたのかな？ウォーキングマップと缶を頼りに、あるところを目指そうと思う。少し離れたところにも藤棚があるんですね。藤棚は全長350メートルもあるらしい。藤棚から離れて、この急な坂道を進んでいこうと思う。こっちの道で合ってるんですか？藤岡富士祭りとは関係ない方向に行きそうなんですが。合ってるかどうかはわからない。ウォーキングマップを見ながら、ショートカットをするつもりだから。竹林もあるんですね。光ってる竹を見つけたら教えてくれ。かぐや姫を見つけるつもりですか？かぐや姫は、竹取物語の登場人物。竹取物語は、現存する日本最古の物語とされてる。日本最古なのに、宇宙人が出てくる SF 作品に仕上がってるのが、なんとも不思議な感じがするんだよね。言われてみれば、そうですね。最古の物語と言われたら、もっと単純なストーリーをイメージしますよね。現存するということなので、もっと古い物語はたくさんあったんでしょうね。甲信山総合公園案内板を発見。今は富士だけじゃなく、ツツジも見頃。ツツジがある場所に向かいながら、甲信山の頂上を目指そうと思う。まずは、今どこにいるか確認。どこ？どこ？よくわからない。こっち？とりあえず、進んでみよう。階段が出てきた。山頂に向かうから、上を目指せばいいかな？間違ってるような気もしますが、行ってみましょうか。なんとか階段を登り切った。この道で合ってるのか、不安がどんどん高まってくる。間違ってたら、戻ることになるんですよね。そうなんだよね。タケノコ発見。踏まないように気をつけて進みましょう。これ、大丈夫かな？ここまで来たら、行くしかないかな？これが世に言うサンクコストってやつ？サンクコストは、その事業をやめても回収できないコストのことらしいので、少し違うような気もしますが、似たようなものですね。ここまで来た労力をコストとするなら、ここで引き返しても回収はできませんからね。分かれ道。これは登るしかない。お、舗装された道に出た。ここはどこだ？さっきの地図だと、駐車場の間を通るらしいので、違う道に来てしまった可能性が高そうな気がします。
引き返そう。さっきの分かれ道を、今度は下へ。駐車場が見えてきましたね。こっちが本ルートかな？ショートカットしなければ、もっと早く進んでたかもしれませんね。昔の人は言いました。急がば回れ。甲信山の山頂への道を発見。この道を進めが良さそう。男坂階段、311段と書いてあります。この先520メートルは、愛の鐘の塔までかな？おお、ツツジ。きっと、これはツツジに違いない。違ってたら悲しい。ツツジも見頃な感じですね。池もありました。ひょうたん池です。ひょうたんの形をしてるんでしょうか？池の近くにはツツジ。こっちのツツジは、満開にはもう少しという感じかな。池の方の道から見た方が良さそうですね。山頂に行くだけなら下の道でもいいかもしれないけど、今回は男坂の311段の階段が目的の一つなんだよね。残念ですが、ここからで我慢するしかないですね。一応、登山だけど、道が舗装されてて歩きやすい。今のところだけど、気軽な登山として最適な山かもしれない。この甲信山総合公園には、ミニ遊園地、ミニ動物園、アスレチック広場、散歩コースがある。小さい子供と一緒に遊びに来るのも良さそう。ミニ遊園地とミニ動物園は、どのくらいの大きさなんでしょうね？今回は時間の関係で、ミニコンビニは行かない予定なんだよね。ウォーキングマップには、富士コース、ツツジコース、桜コースの、3つのコースが書いてあるんだけど、ツツジコースを歩いていけば、ミニ遊園地とアスレチック広場の横を通るらしい。ここでちょっと寄り道して、池を見てみる。緑が綺麗でいいですね。ここに来るまでほとんど人に会わなかったから、穴場スポットかもしれません。奥に見える橋から池を見るのも良さそうですね。そうだね。今回は311段の階段が待ってるから、エネルギーを温存するために、あの橋までの寄り道はできないのが残念。この階段を降りれば、あの橋まで行けそうだね。興味のある人は行ってみるのをおすすめします。ツツジが咲いてるけど、もうちょっとって感じかな。ウォーキングマップには、ツツジの見頃は4月上旬から5月下旬って書いてあるから来たけど、あと1週間くらい遅くてもよかったかもね。ゴールデンウィーク中がちょうどいいのかもしれませんね。藤岡富士祭りの会場は人がたくさんいますが、ここはほとんど人がいません。人混みが苦手で、ツツジが好きな人は、ウォーキングマップ片手に、ツツジコースを散策するのが良さそうです。これはサツキかな？記憶が正しければ、サツキはツツジより葉っぱが大きかったはず。サツキの見頃は、5月下旬から6月下旬って書いてあるし、ウォーキングマップにサツキの絵があるから、きっとサツキ、場所を見間違えてなければ、さっき道を間違えていますから、違ってる可能性もありそうですね。地図がわかりにくいということにしておきたい。ツツジみたいな花が咲いてたから、ちょっとコースから外れてみる。こういうことするから、道がわからなくなるんですよね。大丈夫。すべての道はローマに続いてるから。
花がまばら。やっぱりちょっと早かった感じだね。この動画が公開される頃には、ちょうど見頃かもしれませんね。予定では令和6年、2024年の5月上旬に公開することになっています。右側がツツジ、左側がサツキかな？わからないけど、両側が満開になったら、素敵な道になるだろうな。この辺は右側もサツキのような気がする。池の近くにも行けるみたいですね。手すりが鉄パイプで、ちょっと残念だね。歩き疲れたら、ここで休憩できる。お弁当持ってきて、ここで食べるのもいいですね。時期がちょっとずれてるからか、藤岡藤祭りメインの時期だからか、今なら貸し切り状態にできるね。たぬき池。どの辺がたぬきなんだろう？この辺はもう少しすると、草とか虫とかで歩くのが大変になりそうですね。気軽に散歩するなら、ゴールデンウィークまでがいいかもね。同じ感じの橋が奥にも。ところで、目的の男坂階段はまだですか？全然違う方に来てる可能性を考えてしまうのですが、どうだろう？道が合ってるといいんだけど。おお？階段みたいなものが見える。今回は間違ってなかったみたい。道の作りが良かったということですね。311段の男坂階段。ここが最後の難所。手前に休憩場所があるので、休憩してから頂上を目指すといいと思います。男坂階段の手前にはツツジがあるらしい。どこ？ない？あれ？ある。よくわからない。気を取り直して、登りましょう。これは何でしょうか？ここは甲信山だから、甲信信仰が関係してるのかもしれないね。ウィキペディアによると、甲信信仰は、中国道教の3施設が元になってて、仏教、密教、神道、修験道、呪術的な医学、日本の民間信仰、習俗などが複雑に絡み合った複合信仰みたい。甲信は干支の一つで、蚊の餌のこと。干支の組み合わせの、57番目に出てくるらしい。干支といえば日本人なら誰でもわかる、ね。牛、虎、タツ、ミ、馬、羊、猿、鳥、犬、この12種類の動物のことを、十二支、と呼ぶ。勘のいい人はわかると思うけど、十二支は干支の、のこと。じゃあ、干支の、は、干支の、は、実感のこと。実感は、甲、乙、平、定、母、紀、甲、辛、人、紀。割り込み失礼します。甲信島にも階段の入り口にあったようなのがあるから、甲信信仰関係の何かというのであってそうですね。そうだね。説明の続きだけど、実感の、甲、乙、平、定、母、紀、甲、辛、人、紀に、紀が2つあるのが気になるところ。中国から来たものだから、中国語の発音だと区別があるのかもしれない。甲乙つけがたいの甲と乙とか、契約書とかの甲、乙、平は、実感から来てるのでしょうか？もしかしたら、そうなのかもね。この実感だけど、訓読みもある。木の絵、木のと、火の絵、火のと、土の絵、土のと、かの絵、かのと、水の絵、水のと。これは引用語用説も関係した読み方らしい。引用語用説は、引用説と語用説を合わせたもの。引用説は、すべてのものを陰と陽に分けるという考え方。語用説は、木、火、土、金、水の、5つの要素に分ける考え方。ゲームとかアニメとかの属性ってイメージで捉えるとわかりやすいかもしれない。
五行説は、炎属性とか、水属性とかの自然系の属性。陰陽説は、光属性と闇属性みたいな感じ。100と書いてあります。ここで100段なのでしょうか？数えてないけど、そうだろうね。そうなら、次は200が出てくるはずですね。3分の1まで来たから、残りは3分の2。まだまだ先は長いですね。話を戻すけど、日本では、陰と陽を、兄と弟に見立てたらしい。兄を、弟を、と読むらしく、兄弟で、ちなみに、陽が兄、陰が弟らしい。そして、実感に五行説を当てはめて、二文字ずつ順番に属性をつけていった。甲乙は木、平調は火、簿記は土、甲信は金、人気は水。最初に出てくる方が陽、次が陰ということで、これらを組み合わせて訓読みになってるみたい。どういうことですか？実感の最初の項は、五行説では木、陰陽説では陽になるよね。木を訓読みにして、陽を絵に変換して組み合わせると、項は、木の絵になる。次の乙は、木の陰だから、木のと。これと同じように訓読みしていくと、木の絵、木のと、火の絵、火のと、土の絵、土のと、火の絵、火のと、水の絵、水のと、という読み方になる。だから、似たようなのが並んでたんですね。そういうことだね。それで、甲信信仰の甲信だけど、甲はカノエ、信は猿だから、カノエ猿になる。金が、か、なのが気になるけど、金の、か、なのかな？またまた話が変わりますが、男坂階段の両脇にも花が咲いていますね。これもツツジかな？花に詳しい人がいたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ところで、実感と十二支だと、10×12 で120通りの組み合わせがあるということですか？の組み合わせは60通り。どういうことですか？実感と十二支が、それぞれ1年で変わってくということらしい。十二支は、ネズミ年の次が牛年って漢字で変わってくよね。実感も同じように、木の絵の次が木のとって漢字で変わってく。スタートは、実感が木の絵、十二支が根だから、は木の絵ね。その次は、実感が木のと、十二支が牛だから、は木のと牛。こんな感じで順番になってて、実感は10年で一回り、十二支は12年で一回り。10と12の最小公倍数が60だから、組み合わせは60通りで、61年目はスタートと同じ木の絵根になる。なるほど。60通りの組み合わせだから、61年目に最初に戻るということですね。還暦は、暦が変えるって書くけど、が生まれた年に戻るという意味がある。還暦は60歳と言われてるけど、それは万年齢の話で、数え年だと還暦は61歳になるらしい。生まれた年を1年目にするなら、次の同じは61年目、0年目にするなら、60年目ということですね。頂上に到着。さっきの100から何もなかったけど、本当に段数だったんだろうか？見落としてはいないはずですが、どうなんでしょう？頂上には庚申島がある。これが庚申山の由来になってるとか、奥に見えるのが展望台。今回の目的地、木に囲まれてるから、展望できるか心配になる。これで木しか見えなかったら、かなりショックですね。それはそれで、話のネタになるからいいとしよう。甲信山は標高189メートル。1円玉の直径が2センチだから、1円玉を立てて9450個重ねた高さと同じ。男坂階段を見てみると、男坂だけでもかなりの高さなのがわかる。これを登ってきたんですね。こうしてみると、僕たち、頑張りましたね。さらに高みを目指そう。この展望台は、愛の鐘の塔。この塔は、3階建てで、1階がトイレ、2階と3階が展望台になってる。2階を展望台と呼んでいいのかわからないけど、一応展望台ということにしておく。テーブルもあるから、お弁当を食べるのも良さそう。3階まで上がるのが大変だったら、2階から景色を眺めることもできる。ここまで来たら、3階まで行きたいですね。もう少しで、群馬県藤岡市にある甲信山の中で、一般人が立ち寄れる最高高度に到達。そこからの眺めはどうなってるでしょう？緑の向こうが白飛びして見えない。木々の間から、きっと何かが見えるはずですね。ズームしてみたらどうでしょう？おお、街並みが見える。
ちょっと霞んでるのが残念だけど、ちゃんと展望台になってたね。見えてるのは、どの辺なんでしょうか？きっと群馬県のどこか、北海道ではないはず。何当たり前のこと言ってるんですか？さて、展望台からの景色も満喫したし、次の目的を果たそう。この塔は愛の鐘の塔というくらいだから、愛の鐘がある。これを鳴らしてから、下山しようと思う。さあ、降りよう。左に行くと桜山、右に行くと富士の作岡。どっちから行っても富士の作岡に行けるけど、近い方から戻ろう。ちゃんと休憩もしたから、一気に戻れそうですね。桜の季節だったら、桜山の方から戻るのもいいだろうね。なんとなく愛の鐘の塔の左側から来たけど、こっちは裏側な雰囲気。問題ないから、そのまま進む。ここから先は、多分山道で、特に何もないと思う。景色を見て楽しむ感じじゃないから、最初から使ってた光学迷彩を解除。明治11年、1878年にできた、神付の国御殿郡が、大体現在の藤岡市にあたるらしい。御殿郡という地名は、平安時代の書物、和名類受賞にもあるみたいで、かなり古くからある地名らしい。明治22年、1889年に、御殿郡にあった町村が合併。小西町、新町、藤岡町、小野村、神奈村、三場川村、平井村、三栗村、緑村、八幡村が誕生。変わった名前のところもあったんですね。当て字みたいな感じのところもありますし。さらに時は流れ、昭和29年、1954年に、藤岡町、小野村、神奈村、三栗村、緑村が合併して藤岡市が誕生。翌年には、平井村と日野村が藤岡市と合併。日野村はここで初登場ですね。明治22年、1889年に、上日野村、下日野村、金井村が合併してできたのが、田子郡日野村。読み方が間違ってたらすみません。明治29年、1896年の郡統合、御殿郡、田子郡、南神楽郡で、日野村は田野郡に属するようになった。ということは、御殿郡だった藤岡町は、田野郡になったということでしょうか？多分、そうだと思う。平成18年、2006年に、旧三場川村を含めた大西町と合併して、藤岡市は現在の形となったらしい。ちなみに、同じ御殿郡だった新町と八幡村は、現在の高崎市になってるみたい。今いる甲信山は、藤岡市の藤岡地区。藤岡地区は、明治22年1889年にできた藤岡町が元になってる。この辺は鮎川と神奈川が運んだ土砂でできた扇状地で、真ん中に甲信山がある。なぜ藤岡かというと、花の富士は関係なくて、富士山が関係してるらしい。由来は諸説あるらしいけど、日蓮上人が関係してると言われてる。日蓮上人が流刑地に向かう時に立ち寄った場所が今の藤岡地区。何年かして、流刑地から戻る時にまた立ち寄って、この地に富士山の分け御霊を呼び立て祀った。このことから、藤岡と呼ばれるようになったということみたい。藤岡になったのは、隣の富岡と紛らわしいからとか、富士山の分け御霊を立て祀ったところが、富士浅間神社らしい。富士浅間神社の御祭神は、この花咲夜姫。この花咲夜姫は、大山積の神の娘で、姉が岩長姫。天照大神の命を受けて地上に降りたニニギの御事が、この花咲夜姫と結婚した。父親の大山積の神は岩長姫も一緒に嫁がせようとしたけど、ニニギの御事は岩長姫を送り返した。その結果として、ニニギの御事とその子孫の寿命が短くなったと言われてる。古事記の天孫降臨の話ですね。そう。ニニギの御事は天照大神の孫。だから、天孫降臨らしい。天孫は天の子孫とか、天津神の子孫という意味らしいから、ニニギの御事だけを意味する言葉ではないみたいだけどね。天津神というのは天の神様のこと。高間ヶ原にいる神様ですね。それに対して、地上の神様は国津神と呼ばれてる。
この甲信山とこの花咲や姫の関係はわからないけど、藤岡市はこの花咲や姫に守られてると言えるのかもね。ひょうたん池まで 0.3km。ここを右に曲がれば、さっき通った道に戻れそうです。道なりに行けば藤の咲く丘に戻れるはずだから、まっすぐ進もうと思う。この道はウォーキングマップのツツジコースのはず。今更ですが、このチャンネルと僕たちについて説明します。僕の名前はスクッチです。僕はヤッチ。スクッチと一緒に日本中を旅して回るロボット、旅ロボ。このチャンネルでは、僕たちの旅を紹介しています。ちょっとした知識があると、旅が何倍にも面白くなると思っているので、旅した場所について、少し深く掘り下げて解説しています。どうでもいい情報もありますが、この動画を通して、皆さんの旅がより良いものになってくれたらと思っています。面白かったら、チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してください。よろしくお願いします。やっと舗装された道に戻ってきました。甲信山の頂上に向かう途中に迷い込んだのは、この近くだったのかもしれません。気になるけど、確かめるには時間が足りない。また景色を楽しめるところに来たから、高額明細。アジサイもあるから、梅雨時も楽しめそう。藤棚があるところまで戻ってきました。この藤棚は、コースを外れる時に見たやつだね。最後に藤棚の下を通って、帰路に着こう。名残惜しいけど、藤岡藤祭りを十分に楽しめたね。藤祭りとは関係ない甲信山にも登りましたしね。これで終わりにしようと思ったけど、最後に残念なお知らせ。藤の咲く丘の入り口にあるツツジが一番綺麗に咲いてた。というわけで、今回の藤岡藤祭りの旅は終わり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。